た。お仕事終わったからお絵描きの時間だ。ちょっと落書きな感じで横目線のキャラを描こうかな。数分後、よーし、横顔が描けた。あれ、でもなんか気に入らない。この子の横向き顔を描いたはずなのに、結構印象が変わってしまってるし、この子はもっと横向いて欲しかったのになんだか顔がのっぺりしてる気がする。横顔の資料とか見て描いたのに、これは修正かな。こんな感じで人の横顔の資料を見て描いても自分の絵柄と合わなかったり、いい感じになるまで修正を繰り返して数十分経ってしまったり、そんな経験はありませんか？以前の私は何となくのフィーリングで描いていたため、何が問題なのかに気づけず膨大な時間をロスしていました。しかしあるポイントを意識するようになってからは迷いなく安定していろんな角度の横顔を描けるようになりました。今回は私が苦手を克服するために言った3つのステップをご紹介します。早速詳しく説明していきましょう。安定感の秘訣、好みの比率を把握する。目の大きさや口の形などキャラクターの個性を決める要素はたくさんあります。しかし個々のデザインとは別に人間の顔として基本的に守られている共通の比率が存在します。どんなタイプの顔であっても次のポイントは共通しており、顔がどの角度を向いても維持される重要な基準になります。1つ目、目と眉間の位置のまぶた部分や眉間がだいたい耳輪の一番上の部分と同じ高さに存在します。2つ目、顔の側面の幅。顔は曲面で曲がるため目尻の横に眉間幅ほどの顔の側面、フェイスラインがあります。3つ目、眉毛や口の位置。眉毛と目の合間のまぶたの縦幅と鼻先から上唇までの縦幅はだいたい目の縦幅ほどあります。デフォルメなどで目が大きい子は1、2サイズほどに調整が必要です。4つ目、眉間から前髪の生え際までの縦幅、いわばおでこの長さはだいたい眉毛から鼻先までの縦幅と同じくらいです。眉毛から頭部のてっぺんまでの長さは眉毛、顎までの縦幅と比べほぼ1対 0.8、0.9 の比率です。最低限これらのポイントを押さえておくことでどんな絵柄でも自然な人間の顔として安定させることができます。横顔の講座なのになんで顔の比率の話をするのと思うかもしれませんが、実は全てつながっているんです。立体感を攻略、お面式あたりの描き方。人の頭は当然ながら立体です。しかし 2D の画面で見続けているとどうしても平面的な線だけを追いかけて当然なことを忘れてしまいがちです。顔の各パーツをきれいに描いても顔内にまとめた時に調和されず違和感を与えたり、他の資料を見て実用しても自分の絵柄に合わせた立体感が把握できず、修正を繰り返すと結局のっぺりした顔になってしまう。それが私の大きな悩みでした。試行錯誤の結果たどり着いた一番わかりやすい当たりの取り方がこちら。それはズバリ顔をお面として意識すること。実際に描いてみて感覚を理解してみましょう。まずこの描き方のポイントを紹介します。お面の面を意識する。お面、マスクって顔を包むように正面と横面で曲面になってますよね。お面イコール顔として捉えて単純化しつつ立体感を考えるようにしましょう。頭部は完全な円ではない、綺麗な球体ではなく少し歪みを持たせます。首の形は単なる円柱ではなく少し横幅が潰れたような形を意識します。これらのポイントを意識しつつパーツを組み立てましょう。組み立て方1、お面が頭部の球体を包むように配置します。組み立て方2、お面と球体がつながった部分に耳を配置します。付け根の真下あたりに首の後ろ側がつながるようにします。組み立て方4、鼻から口の顔の盛り上がっている部分は三角錐の形で捉えてお面の中心線合わせで貼ります。先ほど把握した顔の比率を意識しつつこのお面式あたりを合わせることで真横だけでなく少し斜めを向いた横顔や上を向いた横顔も単純に立体を意識しながら簡単に描くことができます。キャラクター性を出す最適な形の理由を探す。立体的に描けるようになったら次は自分好みに仕上げるステップです。キャラクターに合わせてお面の長さや顎の尖らせ方、鼻の高さを調整してみましょう。可愛くまたはかっこよく描くために私が特におすすめする気をつけるポイントをおさらいします。1つ、首の幅と描く位置はどんなに幼くて細身でも首の幅を目の中心から少し顔の内側ラインあたりまでに収めた方がより自然に見えます。2つ、幼い顔の表現する場合は鼻先をおでこより前に出しすぎないこと。顎先と鼻先の高さを2対1にしその距離を短くすると幼い印象になります。またそれに合わせて顎の飛び出具合もおでこと同じ水準に寄せましょう。3つ、顎のラインも幼いイメージなら顎の角を削り柔らかな曲線で描いたり省略して顎のラインをはっきりさせないことでより幼く可愛い印象を作れます。4つ、可愛く見えるために目を大きくなるとか大人びた人ほど眉毛の位置が高く目線が高くなりがちですが、目から鼻あたりのパーツの面積が増えてもおでこや顔の側面の余白を必ず確保しましょう。この比率を守ることで顔の崩れを防げます。その他にもいろんな具合を少しずつ試しながら自分好みの黄金比を見つけてみてください。
クリップスタジオならではの分析方法と上達術もご紹介。より理想の形を探すためにクリスタの便利な機能をフル活用しましょう。一番のおすすめは 3D 頭部モデルですね。好きな 3D 頭部モデルをストアからダウンロードして素材フォルダーから貼り付けると 3D 頭部モデルをぐるぐる回しながらいろんな角度の横顔を観察できます。特に頭部モデルはサブツール詳細タブで顔のブレンドと顔パーツ操作を利用できます。他の頭部モデルとブレンドして顔を好みに合わせた絶妙な具合に簡単に変形したり、目の位置や幅などを微調整することも可能です。またグリッド機能を表示して自分の描いた顔がどんな比率になっているか数値的に分析したり、描いた横顔がどうしても平面的に見えるという時はメッシュ変形を使い、正面を描いた後顔の中心線を基準に左右を少し歪ませて、そこから先ほどのコツを参照してちょっと描き加えることで自分の絵柄をもとに顔を立体的に捉える感覚をつかむ練習になります。好きな石さんのイラストを参考に描いてみてメッシュ変形やグリッドで分析してみるのもとても勉強になりますよ。以上、安定して横顔を描けるようになるために私が学んだポイントをまとめてみました。比率というルールを守りつつお面という立体で捉えることであなたのキャラクターはもっといろんな角度を向いて生き生きと動き出すはずです。この講座が皆さんの楽しいお絵かきライフのお役に立つことを祈りつつ、あなたのこんな風に描いたらよかったよも教えてもらえると嬉しいです。今後私が学んだ絵のコツや創作活動の様子を配信していくので、興味ありましたらチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。